皆さんこんにちは、深田由美です。さくらもこです。今日はさくらもこちゃんに来てもらいました。実はさくらもこちゃん一番遊ぶ友達なんですよ。で、彼女は私と同じ AV 女優ですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。エビスマスカッツっていう。そうエビスマスカッツっていうねアイドルグループをね、これなんか可愛いね。そう今日これ着させていただいたんですけど、そうお腹一緒にねそうコスプレでと、ね場所が一緒でね。私はちょっと胸をね強調して私もちょっとね胸を強調してます。寄せてね寄せてねちょっと寄せてね。今日はね AV 女優さんの恋愛事情とかについてね話そうかなと思って、皆さん多分興味あると思うので、そうですよね。ちょっとなんかお酒飲みながらちょっと話そうかなと思ってそうしようちょっと準備してきたんだよね。一応お酒強いっけ？お酒ちょっと弱い。弱いよね。てかかなり弱くない？ちょ弱いっと薄くしとくね。今日アセロラあるんだ。アセロラ大好き。これどう強いから薄めてこう。そうだね。水とかで。それぐらい。これ何？これいい水いい水なんだって。私結構それ最近飲んでんだけど、うん。これめっちゃ肌綺麗なんだって。本当に。ケイ素がなんか含まれてるから爪綺麗になったり、なんか二日酔いとかにもいいから、普通にお酒とさこういう風に混ぜてさ、飲むとなんか予防になるらしいよ。そう立ちよくなる。立ち。それはやばい。すごい。そう一回飲んでみる。飲んでみたい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しくないこの水。美味しいよね。これで乾杯する。乾杯しよう。乾美味しい。杯。美味しい。みんなが多分気になってることですけど、男優さんとその女優さんワンチャン付き合ってないか説とか、そういうのちょっと話してみようかなと思って。話してみよう。なんか私、デビュー当時デビューに男優とそういう行為でちょっと好きになりかけそうで、本当やると好きになっちゃうタイプ。でもちょっとわかる。女性ってさちょっとさなんかこう体の環境を重ねるとちょっと好きになる可能性ちょっとあるよね。あるよね。そう今はあんまないけど、入りたての時とかはなんかその人だけしか考えられなくなっちゃったりとか。次の現場で会えたらいいなって思っちゃう。そうでワンチャンその人の台本にその人の顔があるとめっちゃ嬉しくて、その人の絡みになる前に一回化粧直しするっていう。わかる。メイクさんにちょっと髪の毛巻いてくださいとか、メイクさんに言っちゃうタイプ。言っちゃうの。あの人いいみたいな。でそれでも連絡とかを取った？取ったことない。取ったことないよね。結構厳しくて、女優さんと男優さんってでもしかしたらワンチャンあるかもしれないんです。監督さんと女優さんが昔だから、結婚とかしたがしてる人もいるし、聞いたりはよくするんですよ。そうだけど本当にこれはマジでバレると男優さんが生きていけなくなっちゃうんですよ。そうだよね。事務所がマジで厳しくて、そこはグレーなゾーンではあるっていうか、気づかれなきゃワンチャン大丈夫かもしれないけど、私たちも結構怒られたりするから、怖いから、だからやっぱそういう意味ではちょっと厳しいかなっていうのは。マネージャーさんとか事務所の人が結構常にいるから、そう連絡先とかもそうわかるダメなんだなっていう期間、2人きりっていう時間がほぼなくて、絡む直前に初めましてって感じなので、待機室とかも別だし、その絡みが終わったらお疲れ様でしたって感じで、もうお互い別のシャワー室に行っちゃって、もう別々で休憩をするから、お互いその2人きりで話す時間がないんだよね。全然ない。そう全然ないもんね。好きになりやすいにやっぱ話せなかった。そういう時話せなかったからその業界を兼ねていくうちに好きになりやすいっていうのは全くなくなって、もう慣れてきた。そうやっぱ避けてるんですよ。その女優さんが多分好きっていう風に分かってても、お互いやっぱ仕事もあるから、もうなんかお互い仕事としてちゃんとなんかなっていくっていうか、そういうのもありますね。その仕事の人っていうカテゴリーでそうカテゴリー化されちゃう。じゃあ私たちその AV 女優さんとかってどこで出会ったり、どういうのを話そうかなって思ったんだけど、これどう？考えられるのはなんか飲み会とか、なんかわからないけどそういう飲み会があったりするんだよね。あったりするよね。そう人によるんだよね。そういうなんか飲みに行ってる女優さんもいるし、飲みに全く行かない女優さんとかもいるし、私はなんかそんなにお酒とかもあんま飲めないタイプっていうのもあって、そうあんまそういうところには行けないというか行かないっていうのはあるんだけど、女優さんはちょっと芸能人さんとかいたりとかする飲み会とか、あと野球選手の飲み会とかね。そうだよね。そういう飲み会とかあるよね。あるよね。そう確かに誘われたことあった。それ普通にさ、なんかこう結婚したいなって思ったとしても合コン行けなくない？行けないでしょ。だってさ、いきなりさ合コンとかでさ、電話してさくらもこちゃんってなるとやばくない？やばいよね。みちゃんってなっちゃう。いけないから、普通のなんかこうなんだろう、こうちゃんとしたそういう感じのところには登録とかなんかちょっとできにくいっていうのはあって、そうちゃんとした出会い
りがないってあーわかるいうなってそれはわかるわかるあとなんかうんうんうん変に女優、そのセクシー女優さんって変にモテる、モテるんであーそういうやれるんじゃないかなあーわかるめっちゃわかる変にモテる AV 女優イコールやれるっていう風に見られてそういう意味でモテるというかそうアピールされるっていうかそう死ねえぞって話なんですけどそうであと下ネタ結構話すああそう話ようになったりすのも多いよね AV 女優って外とかだとやりまんなんだろうとか言うけどそう言うけど、ちゃんとお仕事としてやってるからうんプライベートはねそういうこと一切多分ないと思うそうなかなかできないよね。そうなかなかね。てか私思うんだけどなんかもしも付き合ったとしたら一回性病検査行ってほしいもん。そう行った方がいいよ。でまず絶対そのそうセックスする前にそうごめん一回性病検査して OK だったらしようみたいな私たちそれを職業にしてやってるわけだから、うんちょっとそこはしっかりしてほしいなっていうとこあるよね。そうだよね。そうじゃあさもしもさ仮にさ一般のその男性と付き合いましたってなると彼氏ができたとしたらどういう営みをするんだろうって多分みんな気になってると思うんだけど思うどう思う？やっぱり現場って明るいじゃん。こう明るいことが多くてわかるわかるだからちょっとロマンチックな暗いところでやりたい。めっちゃそうそうもうなんか電気暗くしたいよね。あとそのさうんあのさうんその絶頂に達する時あんなにグーって言うよりうんもそんなに大げさうんいやにわかるはなれなくなっちゃう。 AV 女優さんとかってなんか「行く行く行く!」とかすごい激しいイメージあるんだけどプライベートもうマジ普通。そうしないとね。そうだって基本多分女優さんは、ノーマル派が多い気がするの。そっちのなんか激しい人も多分いると思うけど私はノーマル。もこちゃんは同じくノーマルでそうもしも付き合ったとしたらなんか DVD みたいなことしてくれるのかなって思ったらマジで殴りたい。そう殴りたい。そうなんか騎乗いっぱいしてくれるのかなとか思われたらマジでなんか吹っ飛ばしたいなって思う。あとなんか乳液乳なんかなんだっけそういう白いやつうん飲めるって思われてあそれすごいやだ。すごいわかる。ちょっとそんなこと私もうそんなことしてきたら多分口移ししてディープキスする。最高。男性側が動けって感じ。あそうわかでる。動いてほしい。こう騎乗位とかしてるとなんかあれ私撮影してんのかなみたいな思っちゃう。なんか女優スイッチがそう何これなんかなんかすごいなんか私仕事してんのかなみたいななんか仕事感が出ちゃってすごい嫌だ。そううんプライベートはうん電気をロマンチックに暗くしてうんその正常位こういう形でうんそうわかる見た感じでわかるやるわかる。分かち合いたい。もう AV 女優さんの好きな体位は非常位じゃなくて正常位ですから。そうですよ。もしも仮に AV の女優さんと付き合うことになったらあんまそういうなんか騎乗位とかフェラさせんなよっていう話ですよ。そうですよ。お願いします。お願いします。はいじゃあどうだったでしょうか、AV 女優さんの恋愛事情は結構硬かったと思いますね。もしもね AV 女優を合コンとかなんかそういうなんか飲み会で見かけたあなた絶対やれると思うなよ。思うなよ。硬いかんな。硬いからな。それではアデュー。アデュ